足元に気をつけてくれよ。ここは大切な発掘現場なんだ。これはどうも。あんたは？俺はここの作業の監督を任されてるデイビスだ。それは好都合だ。先週亡くなられたアトキンズ助教授について話を聞かせてくれないか？あんた刑事か？いや、保険のオプだ。なんだ保険屋か。あれは事故だよ。警察もそう言っているんだ。何も話すことはない。とっとと帰るんだな。おいシーリー、どこ掘ってるんだ。今日はこっちの石垣の下を掘るようにパウエル先生に指示されているんだぞ。でもここから何か出そうな気がするんです。勝手な真似するな。ああ、どこもいい人材はなかなか確保できないみたいだね。まったくだ。ろくなのがいやしねうちも助手が一人いたんだけど、仕事がきついって逃げちまって、おかげでこうして経営者の俺が自分で調査する羽目になっちまったってわけさ。パウエル先生、午後の予定なんですが。ああ、それについては昼食がてら話そうか。おいシーリー、ランチタイムの間だけならそこを掘っても構わん。その代わり何か見つけたら俺に知らせろよ。ああ、どうも。他のもんは昼飯だ。おい。やった。やっぱりあったぞ。そりゃよほど貴重なものなのかい？え？いや、まあよくある男性用のブローチですね。男物のブローチなんてめったに見ないぜ。紀元前2世紀頃、ここで暮らしていたケルト人は男性もブローチで肩掛けを止めていたんです。おお、ここはケルト人の遺跡だったっけ？俺たちの先祖は勇猛果敢な戦士だと聞いていたが、結構シャレもんだったんだな。ええ、それにケルト人は豊作を祝い、我が子の誕生を祝い、ワインを飲み歌っていたようです。そんな昔からワインを？ええ、すでに紀元前からこの地にもワインが運ばれていたんです。この遺跡からもワイン飲用のフラゴンが出土しています。それにあなたの言う通り、彼らはおしゃれでした。女たちや思いを寄せる若者の肩にこのようなブローチで自分の折った布を留め、愛の言葉を伝えたのかもしれません。なんともロマンチックな子って。考古学ってのは悠長なもんだな。失礼、あなたは？俺はダニエル・オコンネル。君と違って現実的な保健調査員だ。はじめまして、キートンです。で、先週亡くなったアトキンズ助教授について何か知らないかな？僕は昨日からここの発掘を手伝いに来たばかりでよくわかりません。君は東ヨークシャー大学の学生じゃないのか？いえ、アルバイトです。オックスフォードから来ました。アルバイトでもスティーブンス教授の宿舎は知ってるだろう。ええ、ここで一番偉い人ですからね。じゃあ案内してくれないか？え？でもここを掘れるのはランチタイムの間だけなんで。助かったよ。みんな昼飯に行ってしまったんで困ってたんだ。これがアトキンズ君の遺品だ。彼は私の教え子であり、このパウエル君の無二の親友だった。済んだことをなぜほじくり返すんです？あなたは私たちの悲しい心の中がわからないんですか？しかしこれが私の仕事でしてね。アトキンズ君の死が事故だったことは警察の調べでもはっきりしているのではありませんか？
もちろん事故です。しかし型通りの報告書を書くにもそれなりの調査が。いい加減にしてください。私たちは彼の事故を忘れようと必死なんだ。キートン君、時間だ。発掘現場に戻りたまえ。はい。大変な仕事ですね。そう、あんたみたいにロマンを追ってるわけにはいかないの。早いとこ相棒を探さなきゃ。おう、そうそう。これなんだ？これはワイン用のフラゴンの一部ですね。そんなに高い温度で焼かれてないし、土は石灰分が多い。この辺のものですね。遺跡の出土品かも。無駄だよ。それは一晩中川の中に使っていたんだからね。それじゃあこれは。そう、今見せてもらったアトキンズ先生のシャツのポケットから失敬したんだ。しかし発掘に当たっていた考古学者なら土器のかけらを持っていても当然かな。いえ、考古学者なら発掘したものを勝手にポケットに入れたりはしません。じゃあどうしてシャツの中に？馬鹿げた話かもしれませんが、もし土器で頭を殴られたら破片がシャツに入る可能性がありますね。あんたもそう思うか？え？警察の報告書によるとアトキンズ先生の頭には傷があったそうだ。川に落ちた時岩に当たったとされているが、頭を殴られてから川へ投げ込まれた可能性もあるというわけだな。そんな。いや、ロマンチストと現実派がくしくも同じ答えを出したんだ。これは型通りの報告書じゃ済まないかもな。なんだって？アトキンズ先生が現場監督のデイビスと言い争っていたというんですね。ええ。でもこのことはデイビスさんには内緒にしてくださいね。もちろん。またあなたか。もう話すことはありませんよ。いや、すいません。パウエル先生、あと一つだけ伺いたいんです。アトキンズ先生は現場監督のデイビスに恨まれていたんじゃありませんか？さあね。二人はアトキンズ先生が死んだ前日に激しく口論していたそうですが。まさか君はデイビスを疑っているんじゃあるまいな。あれは事故だったんだ。しかし二人がやり合っていたのはアトキンズが発掘の経済面の責任者だったからだ。デイビスとは作業員の賃金のことで対立することがあったのさ。発掘はチームワークだ。あんたが嗅ぎ回ってそのチームワークをかき乱してほしくないね。何の用だ？どうしてこんなところへ呼び出した？この辺りからアトキンズ先生は川に落ちた。いや、投げ込まれたかもしれないんですよ。何が言いたいんだ？俺が殺したとでも言うのかい？あんた賃金のことでアトキンズ先生に不満があったようだね。そうか、やっぱり俺を疑ってるんだな。いや、そういうわけじゃないけどね。報告書を作らなくちゃいけないんで。確かにあの日俺とあの人はやり合ったよ。でもその後ワインを一杯やって仲直りさ。それから下の村へ行って朝まで一人で飲んでいたんだ。やましいことはない。疑うんなら調べてみろ。
お疲れのようですね。ああ、下の村までデイビスのアリバイ確認に行ってきた。しかしどうもはっきりしないんだ。奴を犯人とするに足る証拠もないし、とっとと次の仕事に行かないと依頼は山積みだし、まったく参ったよ。どうです？疲れが取れますよ。おお、いいね。ああ、うめえ。おお、綺麗な星空だな。ロンドンの街中とは大違いだ。古代人と同じところから星を見ていると、彼らの心が近くに感じられます。また始まった。2500年以上も前とでは星も違うんじゃないのか？いえ、何十億年も昔の光がこうして地球に届いているんです。2500年なんてほんの一瞬ですよ。ほんの一瞬か。なんともでかい話だね。1週間前に人が殺されたかどうかなんて調査してるのがバカバカしくなるぜ。あんたはいいよな。そうやって好きな考古学のこと考えてりゃいいんだ。ところが大学にはあまり考古学者の勤め口なんてないんですよ。ここの発掘が終わったらまた働く場所を探さなくちゃ。世の中そう甘くはないか。俺の調査も手詰まりだし、どうやらこの土器のかけらも役に立たなかったようだし。待ってください、ダニエルさん。もう一度見せてほしいんです。実はあの時ワインの香りがするような気がしたんです。まさか2500年前のワインの香りがするってんじゃないだろうな。何にも匂わないじゃないか。いえ、匂います。かすかだけど。ロマンチックなのもいい加減に。いえ、ごく新しい香りです。ちょっと待て、ちょっと待てよ。よく考えろ。そういえばデイビスはあの日アトキンズ先生とワインを飲んでたと言ってたぞ。それに心当たりはありませんか？亡くなったアトキンズ先生のシャツのポケットに入ってたんです。さあ、ここの出土品のようだが。発掘品を持ち出すことのできる人は？スティーブンス教授と私たち、つまり私と亡くなったアトキンズ、それに現場監督のデイビスです。そうですか。古い陶器を集めるのがご趣味なんですね、パウエル先生。そうだ。17世紀新朝の時期でお茶を入れようか。古いもので飲むとまた格別だよ。おお、いいですね。お湯を沸かしてくる。はあ、これは小伊万里だ。貝殻がついてる。海のシルクロードの沈没船から引き上げたものだな。いやありがとうキートン君。これでデイビスが犯人だと決まったようなもんだな。ダニエルさん、この土器のかけらワインの匂いがします。え？小伊万里の奥に落ちていました。なんだって？持ってきたのと比べてみましょう。おお。同じだ。この2つは同じ破片のようです。しかしなぜこれがここに？あれは事故だったんだ。そう、あれは事故だったんだ。あの夜、私はここにアトキンズを迎えた。発掘したフラゴンにワインを満たした。どうしたんだこれは。発掘の成功を祝おうと思ってね。乾杯。はい。アトキンズ、実は話したいことが。
分かってるって。ここの発掘で俺の仮説が確認されたんだ。通説よりも早くハルシュタット文化の影響がイギリス本島のケルト人社会に及んでいたことがな。この秋の学会で俺の論文は学信賞を取るぞ。そしてスティーブンス教授の後を継いで教授になる。その時こそ教授のお嬢さんドリーにプロポーズするつもりだ。彼女もきっと受けてくれるはずだ。ん？どうしたんだパウエル。なんだ。ドリーがお前のプロポーズを受けるって、そんな。でも事実なんだ。今日僕は君にこのことを話そうと。なんてやつだ。俺が研究に打ち込んでいる間に出し抜くなんて。しかしアトキンズ。そうか。お前研究では俺にかなわないからドリーを籠絡して教授の後釜に座るつもりだな。そんな。僕はただ。そうはさせぬか。よせ。誤解だ。話せ。話すもんか。これが長い友情に対するお前の仕打ちか。私はドリーとの結婚をアトキンズに祝ってもらおうと思っただけだ。だからウラゴンにワインを入れて彼を招待したのに。なのに。落ち着け。君は正当防衛だ。自首すれば軽い罪で済む。たとえ刑が軽くても大学は追われる。ドリーとの結婚も。まあ私の話を聞いて。ダニエルさん、動くな。お前たちさえ来なければ全て事故で収まっていたのに、どうして放っておいてくれなかったんだ。本当に撃つ気ですか？当たり前だ。でもそれじゃ撃てませんよ。なんだって。安全装置がかかったままです。あれは事故だったんだ。軍隊にいただと？ええ、まあちょっとだけ。何者だいあんた。今はただの失業者です。この騒ぎで発掘は中止になっちまったからな。これからどうするんだい？また仕事を探します。そうか。なあ、あんたにぴったりの仕事があるんだがね。は？考古学では掘り出したものから想像を働かせて古代人の生活を言い当てたりするわけだろ。ええ、まあ。その仕事も想像力が大切なんだな。あんたにぴったりだ。はいや大丈夫。全然きつい仕事じゃないから。それに考古学の合間にできるんだよ。絶対気に入るって。本当に楽な仕事だから。いやー、あれから10年か。月日の経つのは早いもんだな。お前さんが言ってた通り2500年なんて一瞬かもな。さあ行くぞ。どこに行くんだ？決まってるだろう。10年目の記念の祝杯だよ。何が楽な仕事だ。冗談じゃないよ、まったく。疲れ切っても声も出ないほど自分は切り裂くことはないよ。
あなたは In my mind ため息こぼす僕に何も言えない君音のないテレビを見つめて坂道登ることに迷いなど感じない時が過ぎる限り僕らは強くなれる彼は伝説の人。犯した過ちを神に問い、自らの命を神の意志に委ねた者。そしてあの過酷な大地から生きて帰ってきた者。人々は言う、彼はカーリマンだと。次回、砂漠のカーリマン。